監督生死、本当に呼びに来た。見逃してくれる気はないですか？そう、わざわざ拙者を引っ張り出してまで撮影の手伝いをするとか。君ってほんと暇なんだね。僕的には誕生日ぐらいほっておいてって感じですけど、拒否したらどうなるかはよく分かってますし、どうせ外に出るしかないならあのクエストをクリアしようかな。まずは装備を揃えるところからって選択肢が多すぎ。一体どうすれば。なんすか急に。好きな服を選べばいい。そう言われても拙者には全部同じ布、ただの布。見た目も性能も何もかも一緒に見えるんすわ。ここまで引っ張ってきたんだから責任持って服選びを手伝ってくだされ。ふひ、我ながらナイスアイデア。やはり拙者天才か。じゃあ早速よろしく。拙者の好み特にないかも。服としての機能が担保されてれば何でもいいっていうか。おお、初心者に優しいスタンダードスーツ一揃え。今日のコーデは決まりましたな。もっとおしゃれにカスタムする？このままでいい気もするけど。お手並み拝見といきますか。思ったんだけど、これってダンジョン突入前に装備整えてる感じだよね。ちょっと気分上がってきたかも。タイの装備方法が上級者すぎる。これにレベルキャップないってマジ？似合ってるから自信持て。分かってる。君も早く済ませたいよね、こんな仕事。装備が完了したことだし、サクッと終わらせちゃいますか。うわ、想像以上に人通りが多い。急がば回れ。裏通りから行かせてもらいます。町に来ることあるのかって？ない。ほぼ皆無。必要なものは全部部屋にあるんで。健康のためにもって？いやいや、拙者の場合は逆効果なんで。外に出るってだけでごそっと HP と MP 消費する。これはもう拙者の解除不能デバフだから。ロケ地巡礼だって VR 映像なら自室にいながらどこでも行き放題。なのに最近のゲームときたらオタクをやたらとリアルイベントに参加させたがる。今やってるソシャゲもその波に飲まれたし。SNS にハッシュタグ付きの AR 写真を投稿すると限定アイテムがもらえるってやつ。まあでも今回に限っては結果オーライかな。ふひひ。島のおすすめスポットなんて特にないし、今日は AR 写真の撮影クエストを消化させてもらいますぞ。やっと着きました。クレーンポート。冬の港は人が少なくていいですな。でも寒っ。一刻も早く快適な自室に戻りたい。さっさと撮影を終わらせなければ。港を選んだ理由は一つ。拙者が今育てている水属性キャラの撮影に最適なロケーションだから。スマホの AR アプリを起動してキャラを選択。ふひ、いい感じですな。まずは正面から、次は俯瞰、今度は煽りで。我ながら素晴らしい仕上がり。でもまだ何か足りない。拙者なら撮れる極上の一枚を。おい貴様ら、
ここで何をしている？セベク氏、なんでこんなところに？鍛錬の走り込み途中だ。不審な動きをしている奴がいると思ったら、まさかイデア先輩とは。別に後ろめたいことは何も。今のは企画撮影前のウォーミングアップと言いますか。企画撮影？ああ、だからよそ行きの格好をして外にいるのか。そういうことなら僕も同行しよう。パーティーメンバー強制加入イベント聞いてないんですが。今日はクレーンポートに来ています。大通りや広場と違って人が少ないから外出難易度が低くておすすめ。待て、まさかそれで終わりか？全く紹介になってないではないか。使用のついでに来ただけで思い入れも何もないというか。ふざけるな。紹介するからには見どころの一つや二つぐらいしっかり説明しろ。そこまで自信たっぷりに言うんならセベク氏はしっかりとした説明の例を挙げられるんですよね。そうだな。僕ならまず桟橋や防波堤といった目につきやすい設備を列挙する。その後個人的に関心のあるポイントを具体的に説明すれば企画の趣旨に沿った動画になるだろう。突然のマジレスワルタ。セベク氏から理にかなった返答があるとか想定外なんだが。僕の考えは述べたぞ。それで貴様はどうするんだ？いやー、奇遇ですな。拙者もセベク氏に完全に同意。監督静止に港を一通り撮ってもらっていい感じの BGM と紹介のテロップつければ文句ないでしょ。じゃあそういうことで。一体何のために着替えたんだ？そもそも貴様が映らないなら助手は必要ないだろ。わかったよ。撮り直せばいいんでしょ。厄介な相手に目をつけられたな。以上クレーンポートの紹介でした。監督静止うまく撮れてる？撮影エラーとか起きてない？よかった。また一からやり直しとか言われたら完全に心が折れるところでしたわ。軟弱な。どこかの文章をただひたすらに読んでいただけではないか。ちょっとネットを検索すればこんな僻地の港でもすぐに情報が手に入るんですわ。とにもかくにも撮影終わり。早く漁に。どうしてこんな寂れた田舎の港にあんな貨物船が？貨物船？鳩場に停泊しているあれのことか。そう。まさか二人ともご存知ない？有名魔導工学メーカーが共同で開発した最新技術の集合体を。やれやれ、素人はこれだから。そもそもこの貨物船が開発された経緯はですな。というわけ、お分かりいただけましたかな？驚いた。貴様でもこんなに饒舌に話すことがあるのだな。オタクの早口語りを披露してしまった。凡人に理解できるはずもないのに、なんたる失態。ところどころ馴染みのない単語が出てきた点は否めないが、この貨物船の有用性については理解した。本当ですか？生きって分かったふりをしてるだけでは？無礼なやつだな。理解できたと言っているだろう。そうだな。そんなに疑うならばイデア先輩の説明を受けた僕なりの解釈を論じよう。そしてこの魔導工学メーカーが人間にとっていかに有用なものか存分に話を聞かせてもらおうではないか。すみません、調子乗りました。存分に話とか結構です。嫌です。拙者が悪かったんで学園に帰りましょう。なんて世の中は甘くないわけで、パティスリーに行かなきゃいけないことすっかり忘れてた。歩きっぱなしで根こそぎ奪われた体力が吸われて回復する音がする。椅子に根っこ生えそう。
だけどなんでセベク氏もいるの？とっくに撮影は終わったのに。お前の長話に付き合ったら体が冷えた。ここで暖を取らせてもらうぞ。あ、そう。もうどうでもいいや。好きにして。拙者は特製ケーキをいただくんで。ああ、チョコレートの甘さが削られきった拙者の心にしみる。同席した以上は僕も祝わせてもらおう。貴様の長話から学ぶ点もあったしな。え？なんか褒められた？じゃあ一応お礼は言っておきますわ。監督選手も助手あざした。無事とは言い難いけど片付いてよかったよ。